せっかく来たんで初めてのヘッドクォーターに。ほらやっぱ空いてない？なんか確かに。じゃあ乾杯。久々です。でもこのシートカバーともねすごいマッチしてるかなって。こんなの初めて見た。何ここ。のどぐろだから。のどぐろってこうやって焼かれるんだっていう。結構広いです。広めな感じ。たまにはね車の中をランタンパーティー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はどこへ向かっているんだい？今日は新潟の寺泊っていう魚のアメ横だね。でなんで寺泊に行くかっていうと、やっぱ魚食べたいなって思ったら中港か寺泊か、だいたいやっぱこの2つかなって。この辺だとそうだね。もしかしたらもっとあんのかもしれないけど、うちらが知ってるのはこの2つしかないじゃん、で中港はそれこそ阿字ヶ浦の方はよう行くじゃん。そうだね。だから意外と茨城は最近行くから、まあ新潟もいいかなってことで今回は寺泊にしてる。なかなかさああいうさ場所ってないじゃん他に。ないんだよね。あそこってさ角上魚類本店でしょ。そうだよ。群馬も一応あるはあるんだよね確か。前橋かどっかにあるんだよね角上魚類。ちょっと遠い。あでも一回行ったっけ？そう一回行った。あるはあるんだけど、でもほらさ角上魚類の店舗とさ寺泊の角上魚類ってやっぱ違うじゃん。やっぱねあの寺泊の雰囲気はね好きな人は好きだと思うんだよね。でほら明日さあんまり天気良くないからそうなんだよね。空いてんじゃないかなって思ってる勝手に。でその後はまあなんか適当にその辺どっか行こうかなぐらいしか持ってないから、メインは寺泊。だ今回は、まあ、ローカル旅ではあるけれども、まあ、メインはちょっとキャンピングカーの中で過ごすみたいな。久々にね、ゆったり車の中で過ごすのもいいよね。そうなんかねキャンカーの中って快適に過ごせる空間だし、観光地あんまりねあっち行ったりこっち行ったりするんではなくて、なるべくこの車内で過ごす時間を長くするみたいな、まあいやね、キャンピングカーの楽しみ方みたいなのねもう一度ね見直してもいいのかなって、まあ、そんなんでとりあえず寺泊を目指す。なんかでもさそういう場所とかさ他にもあったら本当教えてもらいたいよね。そうね。そういうさ海鮮市場みたいなやつ、寺泊と全く一緒っていうのはないかもしれんけど、なんかああいう感じのさ、なんか今日取れたもの並んでますみたいな場所って他にもこの辺にあんだったらコメント欄でお願いします。よろしくお願いします。まあ、とりあえずね約200キロぐらい寺泊まであるけど、まあ、今日はその手前ぐらいでどっかで車中泊しようかな。そうね。今日出発そんな早くないから着くのは12時半ぐらいかな、まあ、そんぐらいだね。まあまったり行きますか。今ねこれで ETC 出て左かで、こっからでももう3キロだから近いね。今日はもう道の駅で寝て、で明日寺泊。こっからでももう寺泊すぐだから。もう昔さこの道の駅一回行ったことあるよね。パティオ新潟カービィの時にね。そう前のキャンピングカーの時に多分一回行った。なんかさなんだかんださ前のキャンピングカーの時もさそれなりに新潟来てたよね。行ってた。なんか上越の方とかも行ったよね。涼しいとこを探しに行ってたから。そうよしこれか着いたね。はい無事に到着です。到着です。うーちゃんも寝起きです。今日はねもうすでにベッドが作ってあるから、うーちゃんはもう網焼きしたら速攻寝るだけ。あそううーちゃんねニューワークマンウェア。自分ね。うーちゃんピーって立てるなんでそんな顎が前に出てんのこれねうーちゃんの履いてるこのズボン、なんか意外と140センチ買ったような気がするんだけど、意外とぴったり、うーちゃんがなんかさ最近成長早いんだよね。こういうでもなんか出かけるっていうか車で夜ペッて行く分にはちょうどいいんじゃない？そうこれ万能パンツ白っぽいやつと、あと真っ黒とグレーの3着同じものを3カラー持ってる。それぐらいこれ気に入ってる。この履き心地がマジでいい。でおすすめなのはこっちの方。めっちゃ楽。運転とかすげえ楽だし、キャンプも行けるし、もうなんなら僕今これ普段着もこれ着てるんで、もうこれはもう今まで履いてきたワークマンウェアの中で僕は一番おすすめ。騙されたと思って。皆さん1500円なんで。一着ね。
手に取って買ってみてもらえれば、もうめっちゃいい。これはパパのおすすめでそうした。これはマジ夏とか最高。さああとは準備して今日は寝ます。トイレで寝る前に。はーい。いいね、こうやって車でトイレできる。外には行かないっていう。ちょっと待って、行かないよ。こんな時間に。まあもうういちゃん寝るだけだからね。上行く？よし、登れるの？最低でおさる。登れるは登れんだけどね。おい。ほんとなんかういちゃん大きくなったね。そこから登れるようになっちゃったんだ。これね、今日はね、もうベッドをね、家から作ってくるっていう。最近あれだよね、これもうめんどくさくてさ、この下で寝ること多かったよね。さすがにそれだと疲れるっていうか、まああんまりぐっすり眠れないってことで、先に作っちゃえばいいんじゃねってことで作ってきました。今日毛布にしようよ。ういちゃん、そのタオルケットちょうだい。寒すぎるよ。じゃあこれで寝ていいのね。こんな感じでういちゃんは2回。こうやって見るとね、広いよね。さあ、じゃあ我々ももう寝ましょ寝ます。う。よし、じゃあ寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。よいしょ。はい、おはようございます。ういちゃん早。今日はういちゃんが一番早く起きたね。で、なんでが下にいる。まだかんでしょ。そういうこと？暑かったもん、ここ。うん。なんか予報では寒い予報じゃん今日。いや、外は寒いよ。14度から16度って言われてて、今日めっちゃ寒くて、しかも雨だったんだけど、まさかの晴れてるっていうね。しかも暑い。マックスパン入れようか。意外とこれで風が入るっていう。まあ、本格的に暑かったらエアコン入れちゃうけど、まだそんな感じではないかなね。外が寒いよね。よし、じゃあとりあえず準備しましょう。行くよ。一回道の駅にさらっと行ってこようかな。あ、ういちゃん新しい靴。ういちゃんのこの靴、これも実はワークマンです。歩きやすい。それういちゃんが選んだんだよね。黒と紫の。でもいいんじゃない？ちょうど今日に合ってるんじゃない？そうそう。同じような色で。合わせたんだ。よし、じゃあ行こう。この道の駅もね、昔1回だけ来たけど、もうね、昔すぎて記憶にないんだよね。5年 ?6 年そんぐらい昔前に来た。でとりあえずね、道の駅散策してこようかなと思います。何なのこれ？歴史。歴史っていうか、まあジオラマ。あ、それがここですよってことね。あ、声が変わった。今日のデザート。あ、全部赤く美味しそう。ごまで豆腐って書いてある。豆腐。ごま豆腐じゃないでしょ。だからごまの豆腐なんでしょ。いろいろ野菜関係。お肉も売ってるってサラダやな言ってるけどね。結構いろんなもん売ってる。よしよ。いただきます。いただきます。朝のコーヒー。朝の謎のクッキうーちゃんは我慢できず先に朝食を食べてしまったので、サクサクって書いてある。硬っ。パパの普通のコンビニの皆さん。ママが買ったやつね。こちらね、昨日ねちょっとね夜紹介できなかった新しいコンソールボックスです。 H&G ファクトリーさんオリジナルのコンソールボックスです。でこちらね、前回ねオーダーしたテーブルと同じ色にしてもらってます。でここね、なんと革張りです。ちゃんとボタン締めの。質感がめっちゃいい。でこの運転中こんな感じでね肘置くこともできるし、結構硬めの仕様だよね。めっちゃいいこれで。マジックテープで止まってるだけだからパッと外せる。外そうと思えば。でも結構強めのマジックテープだから走行中とか全然動かない。で前にドリンクホルダー2つあって、あとねここね携帯とか置けるケース、こんな感じでちょうどいい。でなんて言ってもねこの中身よね。でこれがねパカって
開いて、ちゃんとこれもねこれがついてるんですよ。だからガタガタしない、ちゃんとパッてなる。中ね結構深いです。今ちょうどねサングラスがね2つこの中入ってるんだけど、もう全然余裕です。この深さなんならこういけちゃうんじゃないかぐらいだよ。そう全然スカスカなぐらい、まだまだ余裕でいっぱい入る。であれだよね、オズモポケットとかこんなとこ入れちゃうよね、カメラ。そうこういうやつとかさ、もうそのまんまこうやってピッて、まあ何よりもねこのねしっくりくる感じがいいです。ピッてでこのね黒にしたことによってもこのシートカバーともねすごいマッチしてるかなって。今回シートカバーもね茶色のね、これもねこれ別の会社でオーダーで作ったんですけど、このね柄も黒くしたんで、ここも黒でそういい感じかなって。結構前回ね後ろはね紹介したんだけどね、キャビンはでもこっち紹介しないんだよね。このコンソールも来たし、シートカバーとか、あと厳密に言うとスピーカーとかね、こんな感じでスピーカーも実は入れ替えてます。これはね僕が自分で一緒に一生懸命切って貼って取り付けしてます。そんな感じでね超気に入ってます。今度インスタとかでもね上げるのでね、ぜひねそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。この動画が上がる頃にはもう出てるかな、インスタの方も。気になった方は H&G ファクトリーさん、今ねホームページありますので概要欄に貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。よし、じゃあ寺泊に向けて出発しますと。今まだ雨降ってないね。ね、11時ぐらいだ。そう今日雨らしいから一応そろそろ雨予報なんだよね。なんかここの道の駅は地元の野菜が豊富で楽しい。これこっち側の駐車場なのかねこれね。でもそうだね、 P4 とか書いてある。下町って感じ。ここはあれさっきのジオラマ付近かな。そうかもね。もうちょっと向こう行くと、なんかやるんだね、タコ合戦。本当だ、来週。ちょっと面白そうで寺泊はこっから車で15分ぐらい、もうすぐっちゃすぐだよね。でここから行くのが一番安牌というか近いのかなと思って。綺麗だな景色。本当だ、向こう側は晴れてるけどな。ね。窓開けるとねほんと一気にあれだね、涼しいね。のどかな景色だね。なんかほんとでも向こう側すごいね。なんかでも確かにさ、新潟って結構この田んぼのイメージだよね。こういうところをねのんびり走ってね行くのも、たまにはいいんじゃないかなっていう。のどかだな。のどかだね。またあれだね、この間行った沖縄とは違うのどかさだ。向こう側は曇ってるな。海を見ることなく。なんかすげえ裏道っぽいところを走らされてる。空いてんだろうけどこっちの方が道路幅はね。左。そうだ、これ行ける？で、すごいね。目の前寺泊。でもなんかやっぱ今日空いてんじゃない？すごいね、観光バスあんなとこ入んだね。さてさてさて。約1年ぶりの寺泊ね。意外とでもまだ空いてると思われる。ほらやっぱ空いてない？なんか確かに天気悪いから。天気が悪いからなのか、それとも朝が早いからなのか。前ここでご飯食べたっけ？角上魚類。いつもの。なんかやっぱ角上魚類は人多いね。綺麗だね。貝。つるつる。すごいねこの辺は弁ちょ当。っと違うか。カニ丼。すごいね、塩サイズ。ここで買ったっけ？なんか前どっかで買ってないみーちゃんここで買ってアイス食べたね。そうだっけ？ここもなんかいろいろありそうだ。ここも見てるね。やっぱどこ行ってもあれだね、カニだね。カニカニがすごいんだね。カニ。あんまり来たの。
うーちゃん曰くここでご飯前ここで食べたんだっけ、うんご飯。うーちゃんの記憶が正しいそうだっけ。ハマグリとアサリ一つずつください。はこれなかなかすごいよね。ーい。これ、はい、お願いします。食べるんだろ結局なんかいろいろ買ってきた。う。ね、まあ、安かったよね。あんな本マグロとかさ、600円だみたいな。で一回車に置いて冷蔵庫に一回全部しまって、それからちょっとバンヤ汁とか食べようかなって。今ね、一旦買ってきたものをしまってます。船盛りみたいなやつは、価値が高すぎて。買えらん？家の冷蔵庫みたいにでかいわけじゃないから。すごいね。パッツンパッツンに入れました。じゃあこれからはバンヤ汁。バンヤ汁。なんかあんまりでもさ、ここでそういうの食べたことないよね。ない。あ、2つで。はーい。すごいねこれ。ね。カニ？エビ？大根といろんな魚。この1杯300円だから。何でもそう。つい。いただきます。飲んでみる？こんな熱くないんじゃない？そこまで熱くない。美味しいよ。どう？あ、でも300円は安いね。ね。飲んでもいい？いいよ。うま。うんちゃんも美味しいらしい。こんな感じ。のどぐろ買った。見た目いい。のどぐろとみーちゃんは鶏皮を食べる。美味しそう。じゃあ何結局じゃない。ママはアイス。これも車で食べたでしょ。食べるよ寒い。今うーちゃんとパパの焼いてもらってるからいい感じ。よし、とりあえず車に戻ってきました。アイスはほぼ溶けてる。やばいよ。まさか焼かれるとはね。うーちゃんそれバラせられる？自分でできる？うん。そのうーちゃん食べやすい。オイリーな。いや意外とね混み始めちゃって座れんかってる。パパのもでかいよ。でかいし、パパのはほらのどぐろだから、のどぐろってこうやって焼かれるんだっていう。うまっ。どんな味すんだよ。お、よかった。うまいけど骨でかいかも。そりゃそうだ。どんだけでかいの？だから箸ついてたんでしょ。ここになんかついてる。なんかでもさ、海沿いのさこういうとこ来るとさ、絶対この青い系あるよね。ある。青い系ゼリー、深海ゼリーとかさ、ある。深海プリンかあれ。沼いるね。さて、じゃあ行きますか。意外とあれだね、この時間になって混んできた。昼だからかな。まあそうだし、あと雨降ってないからだけど意外と雨が持ってんだよね。持ってる。意外と降らないっていうね。群馬方面は降ってるから、まあ埼玉とか行ってたら降ってたかもね。夜に降るかもね。で今日はこの後は特に予定がない。まあ、だからせっかくだからね、ちょっと雨降る前に海岸沿い走ってずっと行きたかったけど行けなかったところ、スノーピークのヘッドクォーター、あれがあれでしょ、スノーピーの本拠地みたいなところでしょ。そうそう、まあ、スノーピーなんだかんだ言ってそうお世話になってるからね。うちもね、ほんとね、スノーピー品多いかな。テーブル周りはスノーピーだよね。そうそう。あれね、なんでスノーピーがいいかっていうとね、もう本当にね簡単なんだよね。ちっちゃいテーブル、竹テーブルとかもそうだけどさ、パカッじゃん。もう本当のワンタッチじゃん。なんかすごいなあれ。橋作ってんのあれ。ね。なんか橋っぽくない？道路。あれ作ってる方だよね。解体ではないよね。作ってんじゃない？そうだよね。新たに。おなんかすごいね、こっちはこっちで。こんなんなってたんだね。前からこんなんだったかな。あんま見てなかった。新潟来るときバッシャーンじゃないね、荒ぶってる。海だ。今日は穏やか新潟。おお、なんだこれは。なんだこれ。なんだここ。何の像だ。これ入れんの？何これ。日本海夕日ステーション。こんなの初めて見た。何ここ。観音様だね。ちょっと立ち寄ってみるか。さてこれは何だろうね。割とこの辺走ってたけど、あんまり今まで気づかなかったなって。わあ、ここも結構でも海綺麗だね。越後七浦観音。
なるほどね。え？でも上綺麗だったよ。あ、そうなの？観音様結構大きいね。砂浜になってるんだ。なるほどなるほど。どっからかこれ降りれるんだね。寒いね。海こんな感じです。結構綺麗。まあ、半袖だとちょっと寒いかな。こういう手なの。観音様の真似してた。5.2 メートル。台座だけで 2.8 メートル。こんな感じです。とりあえず車戻ります。さあ、ここからはヘッドクォーターね。あ、でもだいぶあれだね。暗くなってるね。もうそうよ。意外と雨が持ったことにびっくり。なんかね、あの辺公園っぽいんだよね。ああ、この辺カフェがちょこちょこ。おお店がこの辺に。そうね。ちょこちょこあるもん。なんだかもりもりロードに走ってきました。そしてずーっとこのね下り坂が続いてるから、今ギアをねセカンドにしてる。長いことね下り坂続いてブレーキをねずっと踏むのもね、フェード現象で焼けちゃうから。昔一回焼けたことあったもんね、九州で。止まらなくなっちゃうからねあれ。よくわかんない峠道みたいなの終わり。多分これで終わりじゃないかな。もう信号があるから、こっから平気。いや、こっからは天気との戦いだな。大丈夫なのかな。スノーピークに到着です。すんごいねここね。なかなかここに来るまでの道がこんなところにあるのって感じの。これ噂のヘッドクォーターでしょ。ここにあれがあるの？なんかお店。スノーピーク立山。あれじゃないのか。おお。すごいね。道中は本当にここ大丈夫っていう道だったけど、ちゃんとねここまで来たら開けてるし、で多分これ右側に見えるのがスノーピークヘッドクォーターってやつなんですけど、なんかすごいね。これなんかさ、普通のお店はどっから行くんだろうね。そこはキャンプ場なんでしょ。そう、多分この辺なんじゃないの。わかんないけど。あそこの看板のところ、あ、こっちなんですね。でもお客様入り口キャンプ受付。つうかでかくね、すげえ。ヘッドクォーターってこんなでかいの。すごいね。これがお店だね、ストアだね。じゃあこの辺食べていいんかな、言うてすごいいるね、キャンパーいる。このこんな雨天気だけど、よし、じゃあちょっとね、せっかく来たんで初めてのヘッドクォーターに行ってきます。はい。よし、じゃあね、今ヘッドクォーター着いたんで行きたいんですけども、雨がすげえから出てすぐダッシュで行く形式で、一旦あれだね、あそこの屋根のとこ目指そう、目の前ので、そっから屋根沿いに行けばいいんでしょ。すごいね、立ちっぱなしのテント。それキャンプ場でしょ、多分。キャンプフィールド一般ご利用。普通のお店はこれじゃないの？これなの？行こう。昔ってか1年前だよね、スノピの展示会で見たやつ。トレーラー懐かしい。桜木町のねイベントに一回呼んでもらったことあって、そうそうそう、大桟橋だ。こんな感じなんだね。よし、はい、今ねヘッドクォーターに行ってきました。なんとなくチラチラっとね。そうやっぱねキャンプ場良さそうだったな。ここちょっと今日雨なんで、なんかね一応ね空いてるっぽかったんだけど雨なんだよね。
ただ場所はめっちゃ良かったっていうのは分かったから、また次そうの機会日改めてまた来ようかなって。広大なキャンプ場なの。うこの手前もキャンプだし、このね奥もずっとそうだから、建物の奥もんね。結構でかいと思う。一応その温泉がね横についてますよって書いてあったんだけど、あれね常時使えるのか分かんないけど、スノーピークのその今言ったストアのトイレの近くにシャワールームあったんだよね。なんなら各あれにあったよ。今通ってきたところのトイレのゾーンにもシャワーあったよ。あ、書いてあった、そうだからね、シャワールームがあるから全然それでいけちゃうよね。いけちゃう。そうだから結構いいなと思います。そんでこっから車で20分ぐらいのところに美人の湯っていう温泉があったの。そこが貸し切り温泉やってて、日帰りのね、でなんかホームページがねちょうど今なんかそのリニューアルしちゃったからか見れなかったんだけど、電話番号が載ってて、で電話して聞いたら「今日ってまだ空いてますか?」って言って、最初悩んでたけど「今日は空いてます」って言ってたよ。多分いつも混んでんじゃない？そういうこと？なんでまあ貸し切り温泉もねたまにはいいかなっていう。まあとりあえずはまた11キロぐらいそうひょろひょろって走ってで貸し切り温泉に行ってきます。結構あれだね、雨がなかなか強くなってきたね。こっちに来てから雨が結構降ってきたよね。ヘッドクォーター行く間もすごかったしね。明日のお昼ぐらいまで雨かな。まあもともと今日はね雨予報だったから、ずっと車の中で大体いるから、まあねこんなのんびりとした旅もいいんじゃない。ほんと時間に追われることもなく、今日はすごくゆっくり時間が流れてる気がする。ゆるり旅。キャンピングカーの旅ねこんなもんなんだよ本当は。こういう風に遊ぶもんなんだと思う。なんかさカービィの時にさ昔さ一回新潟さ山形から新潟まで横断してんだよね、下道で。あの道もなんかなかなかね衝撃的だったようなイメージがある、あの時でもほらさまだ乗ったばっかだったじゃんキャンピングカーに。だからどこ行っても初めての道だったからね。初めての道は楽しい。そうマジであの時は全部が初めてだった。あと 700m。 これなんかでかいなここ。いや思ったよりここでかいぞ。意外と巨大施設だよ。よいしょ。まあいいよね。よしじゃあ行くよ。さあ雨が降ってくからね、ダッシュダッシュ。雨や雨雨。4時半から一応予約取ったけど早く来ても大丈夫よって言ってたから行きます。じゃあ行こうね。現金のみだ。すごいなんかめっちゃ綺麗だ。やっぱちょっと違ったね想像と。よしじゃあちょっと家族風呂に。うぐいっす。あ、大きいじゃん。結構大きくない？はい、結構広いです。広めな感じ。こんな感じです。全然広いわ。いい感じで綺麗だし。じゃあこれ入りましょう。じゃあここ雨が降ってなかったら綺麗だね。ちょっと山奥だけどね。出発。今回はね久々の家族風呂でした。結構ね施設ね新しくてリニューアルしてるのかな、なんかねすごい綺麗でした。で貸し切りのお風呂もめちゃめちゃ綺麗で、普通の入浴料プラス貸し切り温泉代が1時間1000円。1000円だから結構安い方だと思う。高いとほんとすごい高いけど、ここはねめちゃくちゃ安くて、それでいてねすごく綺麗な貸し切り風呂でした。ただ多分普段は混んでるんじゃないかなって感じですね。あんだけ綺麗で安いから。今日はすごい運が良かったかなって、雨だったから。なので来られる時はね是非ですね電話してね予約してからの方が確実かなと思います。ということでねこれから一旦ね車中泊できる場所に今から移動します。近くにね道の駅が何個あるんだけど、どれにしようかなって感じでとりあえずね向かってます。これでもなんか新しくしてるよね。この感じ。前はきっとこれじゃなかったんだろうね。なんだろうこれ。ちょっとこっち。でもそっちは違くないまた。なんでここの商店街こんなあれなんだろうね。ドレスアップしてんだろうね。
ほらまたここから違う。上これをは何？線路？ね。ほんまこんなとこ曲がるの？あ、いけるか。どういうあれなの？何だったんだろう。終わってしまった。無事にね到着したので一旦準備開始。テーブル出しちゃおうか。頑張れ。このドリンクホルダーはマジでもうね完璧すぎる。これはね H&G ファクトリーさんのねもう僕の中で一押しのオプションです。来週かあるのかな。今日冷蔵庫パンパンだね。なかなかね。そうだよ、冷蔵庫パンパンだよ。今日お手伝いできるかな。すごいな、野菜の量が。パラもいるよ。わ、まな板の上につくんだよ。洗い物減らしてるから。一回水洗いしてさーっとね。これではこう見えてる。それでいけんの？開けられる？あ、硬い。ちょっと開けて。生ハムキラーが全部食べちゃう。でもちっちゃく切ったらね、ちょっと味を楽しめますから。生ハムも半分に切ったから。やばい。生ハムとこれだいぶやばいぞ。カラーほうれん草。なんかすんげえ隠されたよ、ついに。ついに隠されたよ。ふーちゃんの生ハムサラダ完成です。知ってる？まあ、うっちゃん盛り付けただけなんだけどね。パパはそれでもパパが作ったっていうよ。どうかと思うよね、それ。さあ、ここにまず置きましょう。近くがありそう。西洋系のあれなのかな、ほうれん草ってこと？うん。カラフルだね。生ハム取ったら、もう下から野菜バーって出てくる。トマト隠れ。ちょっと開けといていい？いいよ。このアルミホイルは意外とさ、便利だよね、くっつかない。調味料が我が家そこまでないけど、柚子胡椒が道の駅に売ってたから、これ柚子胡椒で炒めていこうかな。食べれないぐらい辛かったんで。ハマグリさんと食べきれないからこれぐらいにしとこうか。だってさ、アサリもいるよ、こんなに。ほら。入れるよ。日本酒入れます。ドブ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 。おう。よし、じゃあ今日のねメニューはこれ。野菜はなんだっけ？道の駅で買った野菜パーティーと、あと寺泊で買ったお刺身。お刺身で、あとうーちゃんは本マグロ。これ安いよね、これ600円だから。であとは生ハムのサラダとハマグリアサリですの酒蒸しで、パパたちはダイエットなんでごま豆腐です。ごま豆腐もいい。こんな感じの晩ご飯ラインナップです。なんかちょっと車内温度 26.3 度の湿度 54% になったから
なんかね、ちょっとじめってるね。床がジメジメしてる。そっからちょっと一旦冷房入れます。それ、24度ぐらいかな。24度の風量11ね。いつものパターンでいきます。車何パーあるんだろう、それあ、98%あるね。全然余裕だね。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。うん、寒だ。冷たいなこのビール。寒いの？うん。早くない？まだエアコン入れたばかりなんだけど。ごまの豆腐だ。珍しいよね。美味しい。さっぱりしてて。米うま。あ、ごま感はそんなないね。そうそうそう。見た目はなんかすごいごま感あるんだけど。ねっとりしてなくて食べやすくて。うん。うん。うん。味は生姜だね。ママ食べる。あさりから。うん。うまっ。はい、ということでじゃあ本日のコメントテーマ。じゃじゃん。新潟といえば。皆さんが思い浮かぶ新潟といえば。新潟といえば。新潟といえば日本酒かな。なんかお米のイメージ。米日本酒。新潟といえば海。ああ、日本海だからね。確かにそれはある。海。パパはまあでもやっぱり新潟といえば海鮮のイメージだから、まあ人によってはカニだよね、多分。あうちでもカニがさ、そこまで食べないからあんまりカニのイメージがないけど、でも今日それこそ寺泊はやっぱり新潟のイメージだよね。ただ多分コメントの中では長岡の花火とかね。あー、確かに花火ね。だし、もうそれこそ今日言ったスノーピークとかね、確かにね。燕三条みたいなさ、ステンレスのイメージとか、多分いろんなの多分他にもあると思うんだけど、ぜひですね、皆さんの思い浮かぶ新潟といえば〇〇コメント欄でよろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、今日は車でモニター。外がね、もう雨降ってきて結構。こんな感じで雨が結構降ってきてる。まあ車の中はね関係ないんで、今日はねもうやることがないのでモニターでもつけて動画でも見ようかなって。4階を押しました。しかし4階を素通りしジョージ怖いね。7階にあれ間違って押してしまう。いつもならいつもありがとね、またお願いねと言われるのになぁと思って入れるようにして誰か映り込んでいるような。見えますが、いかんせん画質が荒いんで単なる錯覚という可能性もあって、こんな感じで今ランタンの光のみという。ランタンパーティー中じゃん。眠くなっちゃう。じゃあおやすみって言ってこんな感じでたまにはね車の中をランタンパーティーで。ランタンパーティーは眠くなっちゃう。ちなみにランタンはこのちっちゃいやつが1個、この下にも1個、ここにね1個、上に1個で、明るくしてほしいです。意外とねこれぐらいの明るさが保てるから結構いい感じ。じゃあ残りよし、のさ、じゃあね一回じゃあ照明つける。6個ぐらいはダメだって眠くなっちゃうもん。明るすぎよしわーだってよし、じゃあとりあえずゆっくり車内で楽しみます。はい、そろそろねもう寝るので、ベッド今上作ってます。ういちゃんはねもうね実はちょっと前からここで寝てました。ういちゃんねパッとこうやって寝れるからいいよね、どこでも。もうでも歯磨きとかもしてるからね全然寝かしちゃってもいいんだけど、そのまんまね今度こっちに移送しなきゃいけないんで。ういちゃんベッド上できたから上行って。
よし、じゃあそろそろ僕らも寝ます。寝ます。結構車中泊増えたね。ちょっとやっぱりムシムシするから今日エアコンつけっぱで寝ます。はい。冷房24度、風量1で。バッテリーが85% です。ついにリチウム400の力を発揮する時が来る。そう、まあ外涼しいけどね。ただこれ切っちゃうと多分じめるよね。うん。だからちょっとこのまま寝ます。バッテリーの減り具合はそんなんでもないのか。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございまおす。はようございます。よく寝ましたよ。室温は 21.2 度でだいぶ車内温度下がったね。エアコンかけっぱだから。でも湿度が 76% あるからね。なんかね、床がね、ベトベトしてるね。ベトっとしてる。ちなみにエアコンはつけっぱだったけど、残がね 78% です。全然減ってないね。これぐらいバッテリー持つと楽だね。ね、かなり違う。昨日だって夜からもう10時間ぐらい経ってるもんね。全然余裕。今日とりあえず暖房予定もないから、ご飯なんか買いに行かないとないね。まあ道の駅だからあるっしょ。ちょろっと準備します。はい、これね、今うーちゃんが着てるのもワークマンです。これはこれねキッズ用ではないんだっけ？ S サイズのレディース用かな。これはレディース用？はい、う普通のーちゃんがぐるっと巻いてみて。こういう感じです。まあうーちゃんの身長が今 100？ 31。でこれサイズが S サイズ。S サイズか。レディー140とかじゃスのないの S サイズ。そうなんで、まあうーちゃんぐらいの130センチあれば、まあ、全然着れるってことだね。そう。これはい、でっかい版です。これはこれは多分メンズもレディースも着れる感じの。同じシリーズのやつだよね。前のとそう、前のと同じシリーズ。のヒッコリー柄版。そう。ちなみにこの中のタンクトップもワークマン。あ、そうなの？そう。それ式ワークマンってこと？そう。これね、薄くてちょっとお気に入り。なんかもうでもね、これ夏用の服だからね、結構着心地はいいよね。そうなの。夏っぽい感じ。まあ、女性でもこんな感じでメンズライクな感じの服で仕上がりますみたいな。でパパが今着てるのも、僕が着てるのが青、ちょっとネイビーかな。でもママと基本的には今着てたママのヒッコリーと同じだよ。色違いだよそれ。そうだね。これは普通の色バージョン。物は一緒。色違いで。夏っぽい感じ。でも丈がね、これ LL だけど本当は多分ねこういう感じで着るやつよね。だから多分足首が見えるよぐらいの。まあ本当だから夏だよね。そう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 。スタイル夏っ。ぽい感じ。これからの時期はね、本当こういうこの手をね重宝するから、またねこの手があったらちょっと紹介しようかなと思ってますので、ぜひですね概要欄の方チェックしてもらえると嬉しいです。はい。今日はね、ファミリーでリンクコーデだね。パパとママは同じ服。ママとうーちゃんは同じ柄そうね。ね。でした。じゃあこれからねちょっとせっかく道の駅にいるんで買い物してきます。ママ全身ワークマンだ。靴もワークマン。あ、それもワークマンか。このサンダルね。これ前に紹介したやつだっサンダルもワークマン。ちょっとママた。よいしょ。あ、風が吹くとちょっと寒いかもね。道の駅タガの。あ、でもなんかいろいろありそうな雰囲気。あるよ。そうなの。じゃあ普通の玄米。あ、うーちゃんなんか卵焼きじゃないこれ。甘いかな。薄焼き卵ね。なんか甘そうだよね。じゃあ食べて。見た目甘そうだよね。なんかこれもなんか美味しそうだよね。コシヒカリのおむすび。だってあと春雨食べなきゃいけないから。はい、今ね買ってきたやつ電子レンジで温めてます。ママの席に温めた。ヤンニョムチキンふーちゃんのあれハンバーグ。かな。ロコモコ丼みたいなやあ、つ。そうそう、ロコモコ。うーちゃんもこもこ丼。美味しそうだね。お湯も沸かしちゃおう。それ。雨が降ってきましたよ、また。これちょっと気になる。玄米。黒米小豆玄米。
それは難しい。パパも食べるのか。一口でかいね。これぐらいのご飯ちょうどいい。これはシフォンケーキだそうです。ママチョコレート、これは蜂蜜リンゴ。蜂蜜リンゴ。うーちゃんお腹いっぱいでいらないって今言ってるけど、うーちゃん分はチョコバナナうん。買った。ということで食後のコーヒーと一緒に。おいしい。コーヒーに合うね。なんかそんな感じするよね。んそしたらね、ちょっとまったり車内時間を過ごします。なんか外ね結構雨降ってきたみたいで。でもまた晴れたっぽそう。あ、そう？だから晴れたり雨降ったりなんかね今繰り返してるみたい。よいしょ、出発します。微妙な天気です。ちょっとどんよりしてる感じで。わお。湿度がすごいわ。でも湿度高いね。とりあえず今日はもう帰るだけだから、あとはのんびり。言うて200キロあるからね。今日はってか今回の旅は結構のんびりテイストだったの。はい、ということで今回はですね、雨の旅というか梅雨だね。そうね、もう梅雨に入るもんね。だからこのね梅雨のねシーズン到来ということで、でもキャンピングカーね梅雨でね、今朝もねそのジメジメと室内はしてたけれども、でもそのなんかさジメジメもやっぱりエアコンがあると違うよね。だいぶ違うよ。寝る時も快適だもんね。そう全然そのベタつかないっていうか、めちゃくちゃ暑いってわけでもないからちょっと寒くなりがちにはなるけれども、でも全然ね、やっぱ湿度をね回避できるっていうのは大きいよ。大きい。そうだ、やっぱねこういうシーズンもね、エアコンありきでよかったな。でこっからね梅雨が明けたら今度もういよいよ夏だからね。夏って言ったらもうフル活用になっちゃうからエアコンは。そうだね、今度は大容量のポタ電と拡張を持って旅する感じになっちゃうね。だから今回ねリチウム400積んでから初めてね、しっかりめにエアコン使ったけど、だいぶ良かったよね。減りがそんなもんなんだっていうね。やっぱ容量大きいと違うなっていう。今までだとやっぱちょっと心配したじゃん。車のみでさ14時間ぐらい使ってるのか、もっと使ってるのか。そうだ、15時間ぐらい使ってまだだってさっき出る時70何パーだったからね。すごい。全然違うよ。もちろん冷蔵庫とかも全部使いっぱなしだし、そう考えるとやっぱリチウム400はね驚異的なんだ。で夏になったらこれプラスね大容量系ポータブル電源とかね、積み込んでよりパワフルにするけど、そんな感じでね今回は、雨の旅ということでね、キャンピングカーを使って、雨の旅を過ごしてたらどうなるかみたいな、結果ね観光とかしなくても全然、ご当地のものをゆっくり食べたりするだけでもすごい楽しかったかなという感じでした。意外とね本当こんなもんでいいんだっていう感じがねやっぱ忘れちゃうからね。ありがたくもねいろいろ忙しくさせていただいてると余計にそこはさあるじゃん、そういうのがね。バタバタすることも多かったし、だからこうやってねのんびり旅するのもねすごいいいなって改めてね思いました。ということで、ね、この動画がね良かったなと思ったらぜひですねチャンネル登録と高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。お願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね。